はしごの動作確認をしていたら、一日が終わっていた。どうも、ハイタカです。はい、というわけでね、いずれゴーティーを取る男、ハイタカでございます。今週もよろしくお願いいたします。今回はですね、これ定期的にやってるんですけど、現状のゲームのビルドをね、講談社の方にお渡しして、担当編集さんとか含めた数名の社員さんにプレイしていただいて、で、そこで出た感想なんかをもとにね、ああだこうだと会議をするっていう、ミーティングをね、直近でも1回やってきたんですけど、そこで出た話なんかを中心に進捗の方を共有していきたいと思います。今回のビルドで大きく変わったところといえば、やっぱりこのマップですよね。8月の頭から作り始めたんですけど、正直1ヶ月でここまで作り込めるとは思ってなかったですね。もうなんというかビジュアル的にもね、得られる情報がめちゃくちゃ増えたので、このマップの空気感っていうところはめちゃくちゃ評価していただけました。コメント欄とか見ててもね、視聴者さんからの評価もだいぶ高いなというふうに最近感じております。5月にね、開発の方を再開させていただいて、5、6月でゲームの基礎システムとか、プレイヤーの動きみたいなところを固めて、7月でね、その当時ある程度出来上がっていた戦闘システムがちょっといけてなかったなということで、大幅にね、システムごとぶっ潰して作り直すっていう、大きくメスを入れるという作業を行ったんですが、それがめちゃくちゃうまくいってですね、もう戦闘の方はこのシステムを基盤にして深く掘っていけば、いいものができるんじゃないかというようなビジョンが見えてきたところで、実際にね、戦闘システム深く掘っていくっていう作業に関しては、ちょっと一旦後回しにして、8月はね、戦闘以外の部分をしっかりと作り始めていこうということで、このマップ、探索っていうところにね、焦点を当てて作り始めたわけなんですけれども、正直この7月、8月、めちゃくちゃ筆が乗ってましたね。自分でも調子いいなって思いながら作ってました。今、ここから見えてるステージがですね、だいたいファーストステージの前半半分ぐらいになってまして、このエリア進んでいきますと、黒の岩山のね、接続部分、大きなね、謎の門があるところまでたどり着けるんですが、この意味深な門にたどり着いたところあたりで、ちょうどステージの半分を攻略し終えたみたいな感じのボリューム感になっております。マップの後半部分に関してもね、すでに仮置きの方は進めていまして、この黒の岩山、登頂するところあたりまでは、すでにゲーム内でね、実際に歩いていくことができるようになってます。まだ敵の配置とかはね、ちゃんとしてないんですけれども、この先ですね、黒の岩山内部にある祭壇って呼んでる場所があるんですけど、そこを眼下に見下ろしながらですね、どんどん進んでいきまして、今度は竜の貼り付けを逆サイドから望んでいくようなロケーション、近づいていくことになります。この辺りの洞窟地帯とかもね、仮配置だけちょっと進めてるんですが、本制作の方はね、まだまだちょっと時間がかかりそうな感じです。この後ね、さっき話してた祭壇の内部に侵入するパートがあったりとか、その後もね、どんどん続いていくんですけれども、またその辺の話はね、近い将来にでもお話ししたいと思います。今回のミーティングでですね、少し難易度に関する話も出てきました。個人的にはね、結構高難易度なゲームが好きなので、やっぱりこの自分が作ってるゲームも、どちらかというとね、高難易度よりのゲームにしたいなという風な考えはあるんですけれども、最初からね、めちゃくちゃ難しくて、もう理不尽レベルの難易度で、どうだ、クリアできねえだろ、どや、みたいなことをしたいわけでは、決してないんですよね。やっぱり一番理想的な難易度っていうのは、難しい、高難易度なんだけれども、なぜかね、クリアしたくなる。そしてクリアできてしまうっていう。そういうゲームってね、ゲーム側の難易度調整がめちゃくちゃ細やかにね、うまく行き届いてて、一回挫折を味わってから成長できるようにちょっと言葉は悪いですけど、仕向けられてるんですよね。ゲームデザイン的に。そういった体験をね、このゲームでも提供したいなというふうに常々考えてまして、その結果ミーティング内ではね、どこかに壁を作ろうというふうな話になりました。これは難易度的な壁っていう話ですね。赤炉の芦名源一郎なんかがね、いい例だと思うんですけど、そこまでは割とね、トントン拍子にクリアしてきたんだけれども、そのボスの存在によってね、一旦足踏みをしてしまうような。だけれども、そのボスを超えた時にね、なんというかそのゲームの全てを理解したかのような気になれて、実際、ゲンちゃんを突破したプレイヤーって、かなり大多数はもうクリアまでね、ちゃんと走り切ったんじゃないかななんて思ってるんですけど、今作ってるこのファーストステージでね、その壁に当たる部分をちょっと用意したいなと思ってます。先ほどちらっと紹介したね、この黒の岩山に続く、謎の門。
この前あたりにね、中ボスというかもうボスクラスの敵でいいと思うんですけど、このステージ結構広いんでね、ボス複数体いてもいいと思うんで、この門の前に、いわゆる壁となるボスを置くと。で、そのボスにたどり着くまでにね、あるいはそのボスに一度負けて、再度この平原地帯に戻ってきたとき、しっかりとプレイヤーが探索を通じてね、スキルポイントを集めて新たなスキルを解放したり、たくさんの敵と戦闘を行って、プレイヤースキル的にもね、成熟していくことで、あの門を突破してやりたいと。そう思えるような動線をしっかり用意していこうという風な方針に定まりました。なので基本的にこの平原地帯に関しては、かなり優しくね、作ることになると思います。優しいと言ってもね、ただ手応えがないだけではなくて、このゲームの独自の操作だったり、新たなスキルを獲得した時なんかの練習がね、しっかりとできるような。例えばジャストパリーなんかはこのゲームの中でもね、かなり難しい操作の類なんですけれども、強敵との戦闘においてはね、もうジャストパリーかなり重要な要素になってきますので、そのジャストパリーをね、うまく練習しやすいような敵をたくさん配置したりとか、もうこの平原エリア全体を探索戦闘を通じて、門の前のボス、壁を突破するための材料としてね、プレイヤーに楽しみながら使っていただけるように作っていきたいなと思ってます。そのためにも、もう余すとこなく、この平原エリア、隅から隅まで回ってもらえるように意識したいですよね。もちろん攻略に必須でないロケーションとかもありますので、そういったところはスキップすることも可能なんですけど、極力ね、スキップしたくならないような、なんかこう遠くからね、見てるだけで、あっちの方にもこっちの方にも魅力的なロケーションがあるなってなるように、いろいろ魅力的なオブジェクト、敵、そしてご褒美、アイテムとかですよね。をたくさんこの平原エリアに詰め込んでいきたいなと思います。